はい、先週じゃがいもを植えたので、今日は人参の種まきをします。春植えです。じゃがいもの隣の畝に、植えたいと思います。で、今回の品種はペーターリッチです。で、この種、ペレット種子なんですね。コーティングされてあります。なので普通の種よりも手ですごく扱いやすいです。人参の土作り、畝作りに関してはこちらの動画を参考にしてください。同じように作ってます。まっすぐ人参を育てるためには何よりもこういう3本グワを使って、土の塊を細かく砕いていくことです。こういう土の塊が残ってると人参がまっすぐ育たないので、こうやって砕いていきましょう。はい、畝の高さも人参がですね水に浸からないよう、大雨の時に水に浸からないようにね、15センチぐらいの高さを保ちます。人参が成長期に水に浸かると腐ってしまいますので、これはちょっと気をつけましょう。はい、これから種まきをするんですけど、このプラスチックのポールとスコップを使ってまっすぐ筋を掘っていきます。深さ5ミリくらいでいいです。あんまり深くならないように。はい、これが人参のペレット種子です。コーティングされています。一個一個。ですごく便利なんですけど、このプラスチックのトレイが付属しているので、ここに種を開けていきます。はい、こうやってペレット種子なのですごく手でつまみやすいです。すごく便利です。で、えすごく目立つので種の間隔を理解しやすいです。1センチくらい開けて種をまきます。はい、これペレット種子とそうでない普通の種子の比較です。こっちが普通の人参の種ですね。はい、これがペレット種子。ペレット種子はこうやって手ですごく扱いやすいです。普通の種はすごく細かいのでつまみにくいし、で色が土と同じなのでどこに種をまいたか分かりにくいので、巻きムラができやすいです。だから人参を初めて巻く人には僕はペレット種子をおすすめしてます。
はい、こんな感じで種をまき終わりました。次は土をかぶせていきます。で残った種は発芽率が悪かった時に、植え直しの時のために取っておきます。土をかぶせていきます。日光が届くように、軽く種を覆うくらいでいいです。種が風で飛ばされないようにしっかりと鎮圧します。最後に水やりをします。土の表面がひたひたになるくらいしっかりと水やりをしましょう。水を切らさないように、毎日しっかり水やりしましょう。人参は発芽させればもう 70% 成功ですので、しっかり発芽するまで水やりは忘れないように。はい、これで、こちらの4畝にじゃがいも、そしてこちらに先ほど人参の種を植えて、で今昨年末に植えた、これ早生の玉ねぎなんですけども、今これぐらい成長してますね。でこの前雑草を抜きました。5月末ぐらいにこのじゃがいも、人参、そして玉ねぎを同時収穫して、カレーとかシチューを作ってみたいなと思います。